第9章、大王ウミガメの話。また会えて嬉しいこと、本当に。公爵夫人はそう言うと、愛想よくアリスの腕に自分の腕を絡め、二人で連れ立って歩き出した。アリスは公爵夫人がこんなに機嫌がいいので嬉しかった。そしてあの台所で会った時あんなに荒っぽかったのは、きっと故障のせいなのだろうと思った。私が公爵夫人になったら。と独りぼちた、あまり希望にあふれた口調ではなかったが。台所には胡椒を一切置かないわ。スープは胡椒なしでも十分美味しいものをきっと胡椒が人を癇癪持ちにするのね。とどんどん考えた。新しい法則を発見できてとても嬉しくなっていた。お酢が人を酸っぱくして、アモミールが人を苦くして、それからお砂糖菓子とかそういうものが子供を優しくするのね。みんなはそれを知ってくれたらいいのに。そうしたらあんなにケチケチしないでしょうに。この頃にはすっかり公爵夫人のことを忘れていたから、耳のすぐそばで声がしてちょっとビクッとした。何か考え事をしているね。考え事をすると話すのを忘れるんだよ。その教訓が今何だったかは思い出せないけど、そのうち思い出すからね。教訓なんてないのかもしれませんわ。アリスは思い切って言ってみた。おやおや。公爵夫人が言った。何にでも教訓はあるよ。見つけさえすればね。そう言いながらぐいぐいとアリスの脇に体を寄せてきた。アリスはこんなにぴったりくっつかれるのが気に入らなかった。一つには公爵夫人がとても醜かったから。もう一つにはちょうどアリスの肩に顎を乗せるのにぴったりの背丈で、その顎がやたらに尖っていたから。けれども失礼なことはしたくなかったので我慢した。試合は少しマシになってきましたわ。と会話を続けてみた。そうだね。公爵夫人が言った。教訓はね、世界を回すのは愛なのだよ。誰かが言っていたわ。アリスはささやいた。みんなが自分のことだけ気にしていればいいんだって。ほとんど同じことだよ。公爵夫人は尖った顎をアリスの肩にグイと押し付けながら言った。教訓はね、意味を大切にすれば音は一人でについてくる。何にでも教訓を見つけるのが好きなのね。アリスは密かに思った。私があんたの腰に腕を回さないのを不思議に思っているだろう。公爵夫人はしばらくしてから言った。そのわけはね、あんたのフラミンゴの気性がちょっと心配なんだよ。試してみようかね。噛むかもしれませんわ。アリスは慎重に答えた。試してほしくなんかなかった。確かにね。公爵夫人が言った。フラミンゴもカラシも噛むからね。教訓はね、同じ羽の鳥は群れをなす。でもカラシは鳥じゃないわ。アリスが言った。その通りだ。さすがだね。公爵夫人が言った。物事をはっきり言えるね。好物だと思うわ。アリスが言った。もちろん好物だ。公爵夫人はアリスの言うことなら何でも賛成するつもりのようだった。このそばにカラシの大きな鉱山があるんだよ。教訓はね、私のものが多ければ多いほどあんたのものは少なくなる。わかった。アリスはこの最後の言葉は聞いていなかった。植物だわ。植物に見えないけど植物なの。全くその通りだ。公爵夫人が言った。教訓はね、見かけ通りの自分でいなさい。もっと簡単に言えばね、自分が他人にそう見えたかもしれないところのものとは別のものでは決してないと思い込んではいけない。なぜなら自分がかつてあったもの、またはあったかもしれなかったものが、他人にとっては別のものではなかったかもしれないと思われたであろうところのものとは別のものではなかったのだから。書いてもらえたらもう少しわかると思うのですけど。アリスはとても丁寧に言った。おっしゃる通りに聞いているとちょっとついていけなくて。私がその気になればもっと言えるんだけどね、こんなもんじゃないよ。公爵夫人はご満悦だった。どうぞこれ以上長くおっしゃらないでくださいまし。アリスは言った。おやおや、面倒だなんて言わないどくれ。公爵夫人が言った。今まで言ったことは全部あんたに差し上げるよ。安上がりな贈り物ね。こんなお誕生日プレゼントは嫌だわ。でも声に出して言う勇気はなかった。また考え事かい。公爵夫人が尖った顎でまたぐいとついた。考える権利くらいあるでしょ。アリスはピシャリと言った。少しイライラしてきていた。あるとすれば、公爵夫人が言った。豚が空を飛ぶ権利と同じくらいだ。教訓は。けれどもここでアリスがとても驚いたことに、公爵夫人の声がスッと消えていった。
お気に入りの教訓という言葉の途中だったのに、アリスに絡めていた腕がブルブル震え出した。見上げると目の前に女王が腕を組んで立っていて、雷雲のように眉を潜めていた。いい天気でございますわね、女王様。公爵夫人は弱々しい小声で切り出した。いいか、はっきり言っておく。女王は足を踏み鳴らしながら怒鳴った。お前かお前の首か、どちらかがすぐに消せろ。選べ。公爵夫人は選んで一瞬で姿を消した。試合の続きだ。女王がアリスに言った。アリスは怖くて何も言えず、おとなしくついてクロッケー場に戻った。他のお客たちは女王がいないのをいいことに日陰で休んでいた。けれども女王の姿を見るなり大慌てで試合に戻った。女王はただ一言、ちょっとでもグズグズしたら命はないぞと言っただけだった。試合の間中、女王は他の選手と喧嘩をやめず、こやつの首をはねよ、こやつの首をはねよと怒鳴りっぱなしだった。刑を宣告された者は兵士に連行されるのだが、兵士はそのためにアーチ役をやめなければならず、30分も経つ頃にはアーチが一つも残っていなかった。王様と女王とアリスを除く全選手が拘束され、処刑を待つ身になっていた。そこで女王はすっかり息を切らしてアリスに言った。大王ウミガメにはもうあったかい？いいえ。アリスは言った。大王ウミガメって何？大王ウミガメスープを作る材料だよ。女王が言った。見たことも聞いたこともないわ。アリスは言った。さあ来な。女王が言った。あいつに身の上話を聞かせてもらえ。二人で歩いていくと、王様が一堂に小さな声で言うのが聞こえた。全員赦免する。よかった。アリスは密かに思った。女王がこんなにたくさんの処刑を命じていたのが気がかりだったのだ。間もなくグリフォンに出くわした。日向でぐっすり眠り込んでいた。グリフォンを知らない人は差しを見てほしい。起きろ、食うたらめ。女王が言った。この若いお嬢さんを大王ウミガメのところに連れて行って身の上話を聞かせてやれ。私は命じた処刑の見届けに戻らなくてはならない。そう言って歩き去り、アリスとグリフォンだけになった。アリスはこの生き物の見た目があまり好きではなかったが、考えてみればあの凶暴な女王の後を追うよりはここにいる方がずっと安全だろう。だから待った。グリフォンは体を起こして目をこすった。女王が見えなくなるまで見送ってからククッと笑った。おかしなもんだぜ。グリフォンは半ば独り言のように半ばアリスに向かっていった。何がおかしいの？アリスが聞いた。あの人さ、女王のことだよ。グリフォンが言った。全部あの人の思い込みなんだ。誰一人処刑されやしないのさ。さあきな。ここでは誰も彼もさあきなばかりだわ。こんなにあれこれ命令されたのは生まれて初めてよ。まったく。アリスはノロノロとついていきながら思った。間もなく遠くに大王ウミガメが見えてきた。小さな岩棚の上に一人ポツンと座ってしょんぼりしている。近づくにつれ胸が張り裂けんばかりのため息が聞こえてきた。アリスは深く同情した。何がそんなに悲しいの？とグリフォンに尋ねると、グリフォンはさっきとほとんど同じ言葉で答えた。全部あいつの思い込みなんだ。悲しいことなんか何にもありゃしない。さあきな。二人で大王ウミガメのところに行くと、涙でいっぱいの大きな目でこちらを見つめたが何も言わなかった。このお嬢さんがな、グリフォンが言った。お前の身の上話を聞きたいんだとよ。話してあげよう。大王ウミガメは低い、うつろな声で言った。二人とも座りなさい。私が話し終わるまで一言も口を聞かないように。二人とも座ったが、しばらくの間誰も口を聞かなかった。始めないことにはいつまでも終わりっこないのに。アリスは密かに思った。でも辛抱強く待った。昔、大王ウミガメはとうとう深いため息とともに語り出した。私は本物のウミガメだったんだ。この後非常に長い沈黙が続いた。時々グリフォンがヒュクルルと声を上げるのと、大王ウミガメが絶え間なく重々しくすすり泣くばかりだった。アリスは立ち上がってありがとうございます。とても面白いお話でしたと言おうかとも思ったが、きっとまだ続きがあるに違いないと思い直し、じっと座って何も言わなかった。私たちは小さい頃、大王ウミガメはようやく少し落ち着いて、時折まだすすり泣きながら続けた。海の中の学校に通っていたんだ。先生は年寄りのウミガメで、私たちはあの先生を亀先生と呼んでいた。
ウミガメなのにどうして亀先生って呼んだの？アリスが尋ねた。教えてくれたから亀先生だ。大王ウミガメは怒っていった。君は本当に鈍いな。そんな簡単なことを聞くなんて恥ずかしいと思いな。グリフォンが付け加えた。それから二人とも黙ってかわいそうなアリスをじっと見つめた。アリスは穴があったら入りたい気持ちだった。やがてグリフォンが大王ウミガメに言った。先を続けろよ。いつまでもかかるなよ。大王ウミガメは話を続けた。そう、海の中の学校に通っていたんだ。君は信じないかもしれないが。信じないなんて言っていないわ。アリスが口を挟んだ。言った。大王ウミガメが言った。黙ってろ。グリフォンが付け加えた。アリスが何か言おうとする前だった。大王ウミガメは続けた。私たちは最高の教育を受けた。実際、毎日学校に通ったんだ。私だって昼の学校に通っていたわ。アリスは言った。そんなに威張らなくてもいいじゃない。お稽古事は？大王ウミガメがちょっと心配そうに聞いた。アリスは言った。フランス語と音楽を習ったわ。洗濯は？大王ウミガメが聞いた。もちろんないわ。アリスはプンとして言った。あ、それじゃあ本当にいい学校じゃなかったんだな。大王ウミガメはほっとした声で言った。うちの学校では請求書の最後にフランス語、音楽、洗濯、特別料金と書いてあったよ。海の底に住んでいたのに洗濯なんか必要なかったでしょ。アリスが言った。私には習う余裕がなかった。大王ウミガメはため息をついた。正規な科目だけ取ったよ。どんな科目？アリスが尋ねた。まず最初は読み書きじゃなくてもみ書き。大王ウミガメは答えた。それから算数の各分野野望、計算字、ブサイク科、マサキル。ブサイク科なんて聞いたことないわ。アリスは思い切って言った。何のこと？グリフォンは前足を両方とも持ち上げて驚いた。ブサイクにするって知らないのかい？と叫んだ。きれいにするっていうのは知ってるだろう。アリスはおぞおず言った。何かをもっときれいにすることでしょ。じゃあグリフォンは続けた。ブサイクにするがわからないならお前はおバカさんだ。アリスはもうこれ以上聞く気がなくなって大王ウミガメの方を向いていった。他に何を習ったの？歴史じゃなくてヒストリー。大王ウミガメはヒレで科目を数えながら答えた。古代と近代のヒストリー、それから海の地理もなめならぬ海の地理学、それから図画じゃなくてズルガ先生は年寄りの穴子で週に一度来たんだ。あの先生が教えてくれたのはズルガ、伸び、とぐろ巻き倒れだ。それはどんなの？アリスが聞いた。自分ではやってみせられない。大王ウミガメが言った。体が硬くてな、グリフォンも習わなかった。時間がなかったんだ。グリフォンが言った。俺は古典の先生のところに通ったよ。あの先生は年寄りのカニでそりゃ厳しかった。私はあの先生のところには行かなかった。大王ウミガメはため息をついた。笑いと嘆きを教えていたそうだよ。そうだった。グリフォンもため息をついた。二人とも前足で顔を覆った。一日に何時間を勉強したの？アリスは話題を変えたくて急いで聞いた。最初の日は10時間。大王ウミガメが言った。次の日は9時間。その次は8時間。というふうに。変わった仕組みね。アリスが驚いて言った。だから授業と言うんだ。グリフォンが言った。授業が減るから授業と言ってもいいくらいさ。アリスにとってこれは全く新しい考えだったので、次に何か言う前にちょっと考え込んだ。じゃあ11日目はお休みだったのね。もちろんさ。大王ウミガメが言った。12日目はどうしたの？アリスは食いついて聞いた。授業の話はもうたくさんだ。グリフォンがきっぱりと遮った。遊びの話をしてやれよ。